日は鶏肉とかぼちゃの照り焼きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は鶏肉とかぼちゃの照り焼きを作りたいと思います。はい、ということで今回は手軽な材料で簡単に作れるおかずレシピをご紹介していきます。今回はですね、かぼちゃと鶏肉を合わせて照り焼きに仕上げていきたいと思います。作り方にところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏もも肉、かぼちゃ、塩コショウ、片栗粉、サラダ油、お砂糖、お醤油、料理酒、みりん、白ごま。今回はこちらの材料で作っていきます。まず鶏もも肉なんですが、こちらだいたい250から 300g の鶏肉を使ってください。そしてかぼちゃですね。かぼちゃをですね、正味だいたい 200g 用意するようにしてください。今回はね、照り焼き味にしていきたいと思います。照り焼きに使うのが醤油、お酒、みりん、そしてお砂糖。こちらの4つの材料で味付けしていきます。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめに鶏肉の下処理からしていきます。鶏肉はですね、この鶏もも肉の余分な脂、そして余分な皮、あとはこういった筋を取り除いていきます。これに関しましては気になる部分だけ取り除いてください。はい、OK です。このように余分な部分を取り除きましょう。そしたらですね、鶏肉をだいたい一口大の大きさに切っていきます。まずね、こうやって見ていただくと、こちらが筋しい部分で、半分からこちら側はちょっと肉々しくなってるの分かりますかね。こんな感じ。まずね、この2つを半分に切り分けます。そうするとね、お肉の食感が揃うので、とても歯切れが良くなって食べやすくなります。そしたらそれぞれね、だいたい一口大の大きさに切っていきます。はい、OK です。このように切ってください。そしたらね、今からお肉に下味をつけていきます。今回ね、まず最初に砂糖をすり込んでいきます。このお砂糖を加えると、お肉にコクが加わって、さらに柔らかい仕上がりになります。でね、まずお肉にかけます。そして全体にすり込みましょう。でね、砂糖のシャリッという感じがなくなるまでしっかりとね、すり込んでください。はい、OK です。シャリッという感じがなくなって、かつこのようにツヤが出てくるまでしっかりと揉み込みましょう。こちらはですね、塩コショウで味付けをする前に必ず行ってください。そしたらね、塩コショウで味付けします。こちら適量です。はい、OK です。そしたらね、こちらのお肉はこのまま下味をつけておいてください。続いて、かぼちゃです。かぼちゃはですね、まずこの種と綿を取り除きます。こちらスプーンで取り除いていきます。はい、このように綺麗に取り除いてください。そしたらこのヘタの部分をね、まず切り落としましょう。硬いので手を怪我しないように注意してください。はい。で、ヘタを切り落としたら、この切った断面をまな板にしっかりつけて、だいたい7、8ミリ幅で切っていきます。この時もね、すごく硬いので手を怪我しないように注意してください。では切っていきます。はい。で、このぐらいになったら、今度は逆側ですね。こっち切った面を下にして、こちら側から切っていきます。切り方はね、やりやすい切り方で切っていただいて OK です。はい、こんな感じで切りました。そしたらですね、こっちの大きい方ですね。大きいものはこのまま半分に切りましょう。このぐらいの食べやすい大きさにしてください。では残りも切っていきます。だいたい同じ大きさのものを揃えて切っていただくといいかなと思います。はい、かぼちゃはこのように切ってください。大きい部分は半分に切って、小さい部分はね、そのまま使っていただいても大丈夫です。そしたらですね、こちらのかぼちゃをボウルに入れます。はい、このように入れてください。ここにふんわりラップをします。そして空気の出入り口をこのように1箇所作っておいてください。ではこちらを電子レンジ 600W で3分加熱します。はい、加熱しました。熱いのでやけどに注意してください。そしたらラップを取ります。こんな感じでね、かぼちゃをあらかじめ電子レンジで温めておいてください。そうすることで時短することができます。ちょっとね、ここに水分が溜まってると思うので、一度ザルに開けておきましょう。はい、こんな感じです。このようにザルに開けておいてください。かぼちゃの準備はこれで OK です。それでは続いて、照り焼きのタレを合わせておきます。ボウルにお醤油、料理酒、
みりん、そしてお砂糖を入れます。これをよく混ぜましょう。はい、照り焼きのタレの準備はこれで OK です。それではですね、今からこちら下味をつけておいた鶏肉に片栗粉をまぶしていきます。こちら片栗粉をまぶします。はい、こんな感じでまぶしてください。では残りも同じようにまぶしていきます。ちょっとね、薄めにまぶすようにしてください。はい、OK です。このようにまぶしてください。それでは鶏肉を焼いていきます。まずフライパンにサラダ油です。そして火にかけましょう。火にかけたら油を全体に回してください。火加減は弱めの中火です。そしたらこちらのお肉の皮目を下にして焼いていきます。フライパンに入れましょう。やけどしないようにね、注意してください。そしたらね、このまま弱めの中火で焼き色がつくまで焼いていきます。はい、今ね3分ほど焼きました。一度焼き色をチェックします。あ、いいですね。いい感じに焼き色がついてたら裏返してください。こんな感じです。このぐらい焼き色がついてれば OK です。あとね、お肉の周りが少し白っぽくなってきたら裏返すタイミングです。で、裏返していきます。はい、裏返しました。裏返すと結構油跳ねしやすくなるので、やけどしないように注意してください。裏返したら今度は蓋をして、火加減は弱めの中火から弱火ぐらいで、だいたい2分から3分ほど蒸し焼きしてください。はい、今ね2分半経ちました。蓋を開けます。そしたらね、また焼き色をチェックします。いい感じにね、焼き色がついてれば OK です。あと少しね、転がしながらだいたい1分ぐらいね、軽く水分を飛ばしながら焼いていきます。はい、OK です。そしたら一旦火を止めます。火を止めたら余分な油をね、拭き取ってください。それではここにですね、こちら温めておいたかぼちゃを入れていきます。はい、でかぼちゃを広げましょう。かぼちゃを入れたらまた火にかけてください。そしてね、さっとかぼちゃを焼きます。かぼちゃはね、もうすでに火が通ってるので軽く焼くぐらいで OK です。少しね、このお肉の肉汁も絡めましょう。はい、で1分ぐらいですね、軽く焼いたらここに作っておいた照り焼きのタレを回し入れます。そして全体を煮絡めていきましょう。ちょっととろみがつくまでね、煮絡めてください。火加減は中火です。はい、OK です。このようにとろみとツヤが出たら火を止めます。最後にね、白ごまをかけましょう。こちらはお好みで OK です。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がりました。ではこちらを器に盛りたいと思います。はい、これで鶏肉とかぼちゃの照り焼きの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後彩りに分量外ですが小ネギを散らしました。こちらはお好みで OK です。このようにお肉もテリテリで美味しそうに仕上がってます。そしてかぼちゃもホクホクテリテリに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまずかぼちゃからいただきます。いただきます。かぼちゃはすごくしっとりしてとても美味しいです。この甘辛い照り焼きでかぼちゃの甘みが引き立ってます。では続いて鶏肉もいただきます。鶏肉は柔らかくて、かつね焼き色もつけてるので香ばしい仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の鶏肉とかぼちゃの照り焼きのポイントです。まず鶏肉なんですが、鶏肉は余分な筋、脂、そして皮の部分を取り除いてください。そして一口サイズに切っていただいて、その後砂糖を最初に揉み込んでください。そうすることでお肉にコクが加わるのと、あとはお肉は柔らかい仕上がりになります。そしてその後ですね、しっかりお砂糖を揉み込んでから塩コショウで下味をつけてください。そしてかぼちゃを切る時なんですけれども、かぼちゃを切る時は手を怪我しないようにだけ十分に注意してください。今回私はね、切り口をまな板につけて、そして固定して切ったんですけれども、こちらの切り方に関しましてはやりやすい方法でやっていただけたらと思います。かぼちゃの大きさに関しましては食べやすい大きさに切ってください。そしてその後かぼちゃは加熱するんですが、こちらのかぼちゃはですね、レンジで加熱しておくことで時短することができます。だいたい3分ぐらいを目安に加熱してください。
そして炒める時のポイントです。まず最初に鶏肉を焼くんですが、鶏肉は皮目を下にして焼くようにしてください。そしていい感じに焼き色がついたら裏返して、そして裏返したら蒸し焼きしてください。そうすることできちんと中まで火を通すことができます。この時ね、結構油跳ねするので、やけどだけには十分に注意してください。そして鶏肉に火が通ったら余分な油を拭き取って、その後かぼちゃを入れてさっと炒めて、混ぜておいた調味料を加えて、そして最後は煮絡めて仕上げてください。今回ね、具材は2つだったんですけれども、ここに長ネギなど入れても美味しく召し上がっていただけます。お好みで入れて作ってみてください。そして最後ね、今回は白ごまを振ったんですが、ここにブラックペッパーをかけるとまた味のアクセントになるので、ぜひね、そちらも楽しんでみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は鶏肉とかぼちゃの照り焼きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。